ロッカーに入れたら頭が冴えた。オランダの学校じゃスマホを教室へ持ち込んでもいいが、使うな、ロッカーへしまっとけ、ということになったそうでございます。師匠、完全禁止ですか？完全禁止じゃねえ。家から持ってきちゃいけないじゃねえ。持ってきてもいい。ただし、学校へ来たらロッカーへ入れとけ。つまり、スマホも登校はするが、授業には出るなって話だ。それで、集中力が上がったんですか？上がったそうだ。授業に集中する。休み時間も少し落ち着く。廊下の雰囲気も良くなる。先生の評判もいい。まあ、当たり前といえば当たり前だ。そんなに当たり前ですか？当たり前だ。目の前にスマホがあると人間はじっとしてられねえ。通知が来るかもと思う。ちょっと暇だと触る。触ると次が出る。次が出るともう今ここにいなくなる。じゃあ、ロッカーに入れたら集中力が戻るんですね。戻る。頭ってのはな、案外スマホの近くにあると働かねえ。ロッカーにしまってやると、集中力がやっと机の上へ帰ってくる。でも、生徒は文句言いませんか？言うとも、スマホは買っちゃダメですか？って言う。それはどう答えるんです？買っていい。ただし、学校でまでお前さんも親友みたいに握りしめるなって話だ。文房具じゃねえんだ。休み時間も使っちゃダメですか？とも言いそうです。言う。休み時間くらいいいじゃないですかって言う。それはそうじゃないですか？そこが罠だ。休み時間に使う。そのまま次の授業まで引きずる。頭だけはずっとスクロール中だ。休んでるのは授業で、忙しいのはスクロールの残像だ。SNS は禁止ですか？ともなりますね。なる。じゃあ、SNS は悪なんですか？ってなる。悪とまで言うつもりはねえ。だがな、悪くなくても離れにくい。離れにくいものを、まだ頭の育ってる最中のやつに四六時中くっつけたら、そりゃ影響は出る。中毒にもなる。でも生徒は言いますよ。先生だってスマホ見てるじゃないか。って。そこだ。そこが一番痛い。先生も禁止にしたらどうですか？ってな。それは言われますね。言われる。で大抵図星だ。先生だって職員室で通知見てる。会議の前にちょっとニュース見てるつもりが、いつの間にか別の動画見てる。子供だけの病気みたいな顔はできねえ。じゃあ大人もロッカーですか？そうだ。本当は大人こそロッカーだ。子供は授業を失う。大人は仕事と睡眠と会話を失う。違うのは時間割だけで、吸い取られてる時間は同じだ。でも、子供は学校でルールにできますけど、大人は難しいですね。難しいとも。大人には拘束がねえからな。だから、ロッカーじゃ足りねえ。職員室でスマホを拘束してもらわなきゃならねえな。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。今回の BBC 記事で大事なのは、オランダの学校の対応が極端な全面禁止ではないことです。多くの学校ではスマホを持ってきても良いが、学校生活の間はロッカーへ入れるという運用が取られています。つまり、買うな、持つなではなく、学ぶ時間と場所から一度離せという考え方です。その結果、かなりはっきりした効果が出ています。オランダ政府委託の317校調査では、約4分の3の学校が集中力向上、約3分の2や社会的雰囲気の改善、約3分の1が学業成績の改善を報告しました。教師からは教室管理の摩擦が減り、休み時間や廊下も落ち着いたという声が出ています。つまり、スマホを視界と手元から外すだけで、
周囲と対人関係がかなり改善したわけです。ただし、これは子供だけの問題として終わらせると不十分です。若者向け SNS 制限の議論が進む背景には、SNS やスクロールが離れにくいことへの懸念があります。アメリカでは、メタや YouTube が若いユーザーを夢中にさせる設計や警告不足によって精神衛生を害したとして責任を問われています。つまり、見すぎる本人が悪いだけではなく、夢中にさせるように作られているのではないかが、法的にも争点になっています。そして、この構造は大人にもかなり当てはまります。子供は授業の集中を失う。大人は仕事、睡眠、読書、会話、考える時間を失う。違うのは場所と名前だけで、注意と時間を吸い取られる構造そのものは共通です。だから本来の議論は、学校のスマホ対策だけでなく、人間全体の時間と集中をどう守るかへ広がるべきです。要点まとめ。今回のポイントは3つです。第一に、オランダの学校では、スマホをロッカーへ入れるだけで、集中力と雰囲気がかなり改善した。第2に、その効果は驚きではなく、強い刺激を手元から外せば、注意が戻るという当たり前の結果でもある。第3に、SNS やスクロールの害は、子供だけでなく、大人にも共通しており、設計責任まで含めた議論が必要になっている。つまり、子供だけロッカーに入れても、話は半分だ。本当は大人も自分の時間を奪う仕組みから少し離れないといけないという話です。お後がよろしいようで、高評価、チャンネル登録、LINE での拡散お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。